不動産屋さんの階段です。不特定多数の人が入れ替わり立ち替わり宿泊する施設って霊が寄りつきやすいんでしょうか。さて、これは以前にも体験談をいただいた現在牧師さんをされている結城さんからいただいたもう一つのお話です。それは結城さんがまだ若い18歳の頃の話でした。当時結城さんは建築関係の仕事を始めたばかりで、その関係で普通自動車の運転免許が必要になりました。そこで会社に休みをもらって2週間の合宿で運転免許を取りに行くことにしました。その教習所は静岡県の某所にある軽自動車学校でした。合宿の宿生たちは合同の部屋と個人の部屋のどちらかを選択できるのですが、結城さんは迷うことなく個人部屋を選んだそうです。事前に割り振りられた部屋番号が111号室だったので、ふとゾロ目だなと思いましたが、特に気にはしませんでした。当日結城さんは宿舎の管理人さんに部屋まで案内してもらいました。まず管理人さんがその部屋を開けた時です。霊感のある結城さんはあれと思いました。部屋の空気感が違って感じたそうです。でも結城さんの頭の中は免許のことでいっぱいだったので、それ以上深くは考えませんでした。そこは6畳くらいの学校の寄宿舎という感じで、何の変哲もない部屋で、ベッドと机と小型の冷蔵庫が備え付けてあったということです。すぐに受講が始まり、食事だのシャワーだのとガタガタしてその日は終わりました。そして次の日の朝のこと、結城さんがベッドから起きると喉に違和感があったそうです。何か喉に詰まっているような感じがしたので、風邪でもひいたかなと思いました。大したことないだろうと気にしなかったのですが、2日3日と日が経つにつれてどんどん喉の調子が悪くなっていったそうです。ただ妙なのは、体の他の部分は至って調子がよく、喉だけが詰まった感じが悪化したということでした。そして4日目、ついに呼吸がしづらくなったそうです。なんとか昼間はこなして、その日の夜のことでした。深夜結城さんは突然喉がむせて目が覚めました。参ったなぁとこの原因不明の喉の調子を嘆いたのですが、それと同時にふと部屋の一点が明るいことに気がつきました。それは冷蔵庫のドアが半分開いていて、中の光が漏れていたのでした。結城さんはあれ、いつ開けたんだろうと思っただけで恐怖感はなかったそうです。そこで起き上がって冷蔵庫のドアを閉めてまた寝に戻りました。ところがその次の5日目の夜も深夜むせて目が覚めると、冷蔵庫のドアが半開きになっていたそうです。ついに結城さんはこれはおかしいと思ったそうで、喉の不調も何かしら霊的なことなのではと考え始めました。この段階ではまだ誰かに相談する状況ではないので、その日は誰にも何も言わなかったそうです。そして6日目の夜でした。他の宿生とも仲良くなっていたので、みんなで怖い話をして盛り上がりました。その怖い話が刺激になったのかは分かりませんが、深夜寝静まると結城さんは突然息ができなくなり目が覚めました。するとうーっとうなる声とボコ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 という音が聞こえてきました。そこで目を開けると結城さんは口から泡を吹いていて、自分自身が苦しくてうーっとうなっていたことが分かりました。慌ててベッドから体を起こすと、自分の顔が冷たくなっているのに気がつきました。なんとそれは自分の口から出ていた泡で枕がぐっしょり濡れていて、顔が冷たくなっていたのでした。結城さんは恐ろしくなり、すぐに部屋を出て仲良くなった宿生の部屋に駆け込んで、そこで寝かせてもらったそうです。次の日の朝、怖い話をして仲良くなったみんなを集めて、結城さんは昨夜の話と一連の出来事を聞いてもらいました。
するとその中に一人地元の子がいたのですが、その子によると、そういえば1ヶ月ぐらい前、この宿舎で人が死んでるんだよねというのでした。その事件は地元の新聞にも載ったそうです。それはこの学校の教習生が宿舎の部屋で首を吊って自殺したということでした。結城さんはぞっとしてまさかと思い、それどこの部屋と聞くと、なんと111号室、111号室だったというのです。それ俺の部屋だよと結城さんは恐怖と怒りで全身鳥肌が立ちました。そして首吊りと聞いて、なぜ111号室に入ったら喉の不調や息ができなくなるような現象が起きたか分かった気がしました。頭に血が上った若い結城さんは直ちに管理人の窓口に行き怒鳴り込んだそうです。すると怒りまくる結城さんをなだめて、とにかく中の休憩室に入って話を聞くということになりました。そして教習所側は結城さんに頭を下げ、1ヶ月前の出来事は口外しないでほしいと頼んできたそうです。もちろん即部屋は変えてもらうことになりました。教習所側は結城さんにこんな話をしてくれました。それは40代の男性だったそうで、ある朝その男性がいくら待っても講習を受けに来なかったので、おかしいと思ったスタッフらが部屋を見に行ったのですが、ドアの鍵がかかっていました。何の反応もないので部屋の外に回って窓のカーテンの隙間から中を覗くと、ドアノブに紐をかけて吊った状態で発見されました。睡眠薬を飲んでいたそうで、意識がなくなるとそのまま体が崩れることで自然に首が締まり苦しまずにいけるということだったらしいです。教習所側はお祓いもお清めも済んでいたからすぐ人を入れたという説明でした。結城さんは呆れて言葉も出ませんでした。結局結城さんは別の部屋に移ったことで、あの喉の違和感は見事に全くなくなったということでした。自殺者の霊がすべて無関係の人に悪影響を及ぼすというものではないですが、結城さん曰くこの40代の男性はすでに悪霊化していたのだろうということでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。